違いじゃないなら日々日々うずくキスの成分誰か教えてよ死ぬのの言わずさと別れてあげた何億のワードでも歌いながら言葉は心に今もぶつけらってだって簡単に立たれるような恋はしてない今回のお相手はジュースの川島美穂とロージークロニクルの吉田ひのはです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。はい、ということで私たちは実はハロプロ研修生同期なんですけど、お互いが中2中2の頃からの仲なんですけど、今ではもうデビューできて、同じメンバーカラーでそれぞれ頑張っている関係なんですけど、じゃあ私の第一印象とかありますか？みふちゃんの第一印象は、なんだろう、なんか初めて会った時、めっちゃなんかお姉さんだなって思って、まさかこうなんて言うんだろう、同級生だと思わなくて、本当にありがとう。なんかお姉さんな感じだったけど、喋ってみると、なんかなんて言うんだろう、お茶目？本当になんか年相応だなって思って、そうなんか似てるところがあるなって感じました。じゃあ私はひのはちゃんの印象はすごい運動が好きって言ってて、なんかすごいそう活発な子なのかなって思いきや、結構人見知りそうやんな、そう人見知りな一面があって、お互い結構最初はなんか静かに喋るみたいな感覚だったんですけど、今はもうハローコンで会ったりしたら、なんかすれ違う旅とかにもなんか喋るんじゃないですけど、なんかイエーイみたいな、なんかツーみたいな、ツンとかやったりとか、すれ違ったらちょっと何かしに行きたくなっちゃうような存在です。はい、ということでじゃあ早速まずは私たちのオフショットをご覧いただきながら最近の出来事についてお話ししていきます。私の写真はこちらです。はい、これは私つい最近帰省、京都、地元京都なんですけど、京都に帰省した際に夜こう普通に歩いてたら星がめっちゃ綺麗で、そうでわあちょっと写真撮ろうと思って写真撮ったら、iPhone のこの携帯にもこんなに綺麗に写って、めっちゃ綺麗ね、そうこんな綺麗に撮れて、結構友達とか家族とかにみんなに送っちゃうぐらい、シェアしたくなるぐらい綺麗で、私もともと星がすごい好きで、なんかこの前も同じメンバーの有沢一華さんとプラネタリウムにこう遊びに行ったりとか、最近そう冬はなんか星がより一層恋しくなる季節なので、なんかちょっと綺麗に見えてラッキーだったのでこの写真を選びました。よくさ、こんなにさ、なんていうの、鮮明に写真撮れたよね。そう、なんかめっちゃこうタップとかして、サイドとか低くして
そう頑張って撮ったらこんな綺麗に撮れたので、ぜひ皆さんもチャレンジしてほしいです。ぜひぜひ続いては私の写真です。こちら、はい、私はこれロージークロニクルのみんなの写真なんですけど、ハロコン2026で撮った写真なんですけど、これをX に載せた時に、今流行ってるなんていうの、4分割のそうそう、4分割の写真で、なんかこうタップしてみると、1個にこうめっちゃ長くできるやつが今流行ってて、それをロージークロニクルでもやろうってなって、やってみたんですけど、なんかうまくできなくて、それができてなかった。そうで、なんか何回も直して、なんかこうメンバー内でもとにかくこう上村れなちゃんとかが率先したりして、そうこうやればできるんじゃないですかね、こうですかねってすごい頑張ってくれてたんですけど、結局できなくて、ファンの皆さんに任せるそうなんかそういう面白めなちょっとお写真です。ハロステ。続いてはハロープロジェクト各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。アンジュルムのカウントダウンジャパン2526出演への密着をご覧ください。おはようございます。はい、これから、CDJ に向けてのリハーサルが始まります。もう今回は通しで衣装も着てなので、こう本番をイメージしながら皆さんの笑顔も思い浮かべながらリハーサルしたいなって思います。ぜひ見てってください。レッツゴー。1回目の投資、はい、1本目です。1本目、多分2本ぐらいやるので、とりあえず体力勝負なのでね、やばいです。やっぱなんか CDJ って感じ、年末っていう本当に戦いって感じなんで、曲に負けずに頑張ります。ここは幕張。はいみんなまだまだ体力残ってますか？この時間はアンジュルムを精一杯楽しんでいってください。一発勝負でこんなないか、恋もしながらたまには向けてもしょうがない。そう向けたらとはどんな恋せもうひっくり返せ、今掴みたいや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 い大気晩成、もうこんなご時世、もうだからマイセル今叶えたいや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 前半がね、きつい。前半がすごいよね。流れた時に来ただってまだ単体でしか披露してないから、こう曲つながって披露ってなった時にかなり体力が削られる。どんでんのラスサビがきつすぎてさすやばなーみたいな。武道館公演をやってからちょうど1ヶ月後ぐらいで、今ハロコンのリハーサルとかも並行してやってるんですけど、やっぱりどうしても曲数が少ないので体力が結構落ちてて、それが心配ですね。今やっただけでもすごい暑くて、しかも今私冬仕様になってるので、肉体がだからちょっと
どうにかあと10日もないで1週間ぐらいなんですけど、ちょっと頑張って体力つけて盛り上がっていきたいなって思います。フェスって入りますよ。やっぱフェスはそのアンジュルムを知らない方も見に来てくださる貴重な機会なので、あとね今年はこうジュンスさんのファンの方とかも来てくださると思いますしね、すごいそれが楽しみだなっていう風に思いますね。やっぱりなんかフェスでこうアンジュルムに出会ってでなんか会いに行きましたみたいなのを伝えてくださる方もいて、そういう方を見るとわあやっぱりこうみんなでもうはけた後もう倒れ込むぐらいまで全力で頑張ってるので、頑張ってよかったなみたいな気持ちになるので、今年もそういう新たな出会いをこうモチベーションに頑張りたいと思います。でも個人的にはやっぱりこう毎回なんだろう通すリハっていうのはなんか緊張しちゃうので、なんかずっとなんか紙とにらめっこみたいなギリギリまでしちゃうんですよ。しちゃうんです。だからまあ個人的にはそんなリハーサルだってはあったんですけど、でもリハーサル中、みんなで歌ってる時はなんかお客さんを想像してというか、なんかこうやって返してくれるかなみたいなのを想像して、もっとこうしてやりたいなみたいなのも欲とかも出しながらできたかなと思います。大きめのフェスですけど、意識の違いあります？意識の違いでも逆に冷静に気持ちをわーもいいんですけど、わーだと届かなくって意外と、あの人何言ってるんだろうとか何してるんだろうって自分が見てる側の結構見えたりするじゃないがあったりするから、逆にもうここに通すぞみたいな、大きい時ほど小さくというか集中するっていうのをなんか結構歌の先生とかにもいつも言ってくださるので、それを結構意識してます。体は大きいけどなんか全部伝えたいことはここにみたいなあるかな。まあ、当日はそのジュースジュースさんも、出演されるので、まあ、そのハロープロジェクトというアイドルのくくりではあるんですけど、そのグループの違いみたいなのもちゃんと、見せつけられたらいいなと、どちらもいいぞという感じを見せつけられたらいいなと思います。はい、緊張してます。でもなんかみんな今発声してるんですけど、すごいざわざわしてて、それはそれでまた緊張するので外に出てきました。目標はこのライブを全力で楽しんで最高の思い出を作って、今年とバイバイしたいなと思います。そして来年に向けてまた新しく頑張りたいなと思います。見てください、この緊張する顔。やめて。なので初めてのフェス？はい、頑張ります。ですよね。ですよね。そうなんです。頑張りましょう。頑張ります。熱くね、情熱的にいきましょう。情熱的に盛り上がってくださるから、その分私たちももっと盛り上がる。楽しむ。楽しんで一番。はい。頑張りましょう。もう緊張で泣いちゃいそうだけど頑張ります。消極的だね、ただの一度の人生じゃない。人生負けることない意味ない。呼ばれてます、アンジュルム。すごい、なんか去年のことも思い出して、なんか今年のまとめになったらいいなと思います。さあ話して。いやー緊張してきましたが、とても楽しいセットリストなので楽しんでいきたいと思います。ということで、年内最後のフェスです。今ね、聞こえるくらいみんながすごい楽しみにしてくれてるから、私たちも緊張すると思うんですけれども、アンジュルム色をちゃんと残して30分間帰りましょう。はい、全員を楽しませて帰りましょう。はい。
フェスってすごいなって思いました。なんかすごいあんな奥の方までたくさん人がいて、なんかすごいなって思いました。ちょっと暑い、超暑いです。いやもう倒れていいですか、ここで。もうそのくらいやりきりました。もうなんかどうなったとかもわからないくらい、なんかこんなに放出したの初めてでめっちゃ楽しかったです。よかった。ちょっと酸素が足りないです。今喋れない。イエイ。カウントダウンジャパン終わりましたけれども、いかがでしたでしょうか。いやもうすごい楽しかったですね。なんか結構思ってたよりも奥まで人がたくさん見に来てくださっていて、緊張もしたんですけど、いつもみたいに私たちが炎上したら皆さんがわーって声出してくれましたし、私たちが声出してって言ったらたくさん声も出してくれて、なんかこう一緒にコミュニケーション取ってる感じをすごく感じましたし、もちは初めてのフェスどうでした？めっちゃ楽しかったです。なんか何よりもこう始まる前からすごい皆さんの声がめっちゃ聞こえてきてて、すごいその声も大きくてびっくりして、こう実際に上がってからもなんかこんな場所にこんないっぱいの方が見に来てくださってっていうのを考えたら、なんかすごいわーって思って楽しかったですし、なんか何よりもフェスってすごい皆さんと一緒になってこう戦うというかっていうのをすごい聞いてたんですけど、なんかまさになんか戦ってるみたいな感じですっごい熱くて最高だなって思いました。いやかっこよかったよ、もち。ありがとうございます。どうですか？いや本当にもうすごい盛り上がったのももちろんなんですけど、なんかみんながなんかこのカウントダウンジャパンを楽しみにしてきてくれて、私たちも楽しみにして、なんかそのカウントダウンジャパンへの愛とかアンジュルムへの愛がなんか詰まったそのステージがすごく楽しくて幸せな時間だったと思います。はい。2025年最後の大きなフェスだと思いますが、来年の目標は？来年の目標？でも来年ももっとたくさんフェスに出たいなって思います。なんかさっきスタッフさんにアンジュルムさんはたくさん出てくださって嬉しいですみたいなことをスタッフさんから言われたんですけど、私たちもねその声に応えられるように来年もフェスたくさん出て盛り上げていけたらなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アンジュルムのカウントダウンジャパン2526への密着をご覧いただきました。はい、VTR を見て、私はアンジュルムさんがリハで今から通しますってなってる時に、多分2回通すんですけどみたいなことをさらって言ってたのがすごい印象的で、なんか頑張りますって言ってて、なんだろう、アンジュルムさんの楽曲って結構パワーだったりとか、見てる皆さんもなんかもうわーみたいな、結構ブワーって盛り上がる感じのね、盛り上がる楽曲が多いイメージなんですけど、1回のリハで2回通すのがやっぱなんかすごいなって思いましたし、なんかこういう風にみんなで気持ち揃えて頑張っててなんかかっこいいなって思ったので、私も頑張りたいなっていうふうに思いました。はい、私はですね、このなんかアンジュルムさんのこのグループだからこそなんか出せる色っていうか、なんかこうライブとかでも結構こうメンバーさん同士でこうなんていうんですかね、なんか遊び合ってるというか、ちょっとふざけ合ってる雰囲気のところも私すごい見ているのが好きだなって思うので、なんかそういうところもこうリハーサルからこうなんかちょっと遊び合ったりしてるところも見れてなんかいいなって思いましたし、あとはなんか一番印象に残ってるのは下谷幸穂ちゃんがめっちゃお姉さんをしてたところ。確かにそう、なんか研修生の中では、私たちの2個下の大の子なんですけど、なんかその時はこう妹って感じが結構強かったんですけど、実際にこうももはちゃんも加入してからやっぱりこうお姉さんっていう感じがすごい強くなったなって思いまして、なんか本当に誇らしいというか、なんて言うんだろう、なんか見ていてなんかほわほわした気持ちになって、すごい嬉しいなって思いました。はい、そしてこのフェスにはジュースジュースさん、みくちゃんも出ていたと思うんですけど、どんな感じでしたか？そうですね、私たちはこのコスモステージの一番最後の時間
でバンドメンバーさんと一緒にこうステージに立ったんですけど、なんか私はこのフェス自体、このステージ自体初めてっていうのもあって、結構こうなんだろう、もうずっと緊張していて、そのリハの時からも緊張してたし、なんだろう、バンドさんとなんか一緒にリハーサルするのも緊張してたし、ずっとこういつもとは違うちょっとアウェーな気持ちで臨んでたんですけど、なんかそれがかえってすごいずっと楽しくて、なんか普段と違うことしてる、なんか夢みたいみたいな気持ちでずっと、なんだろう、今でも新鮮にこう脳みそに覚えてるんですけどそう脳みそに思いつくぐらい覚えてるんですけど、なんだろうな、こうアンジュルムさんがステージ終わって帰ってきてる時に、なんか今から頑張ってくださいみたいな風に言ってくださって、楽しみにしてますって、絶対アンジュルムさんももうステージですごくこうなんだろう、終わった後で疲れてるはずだったんですけど、すごいエールをくださったり、楽しみにしてますって言ってくださったり、終わってからも超良かったです、最高って言ってくれて、なんかすごい心強かったですし、 V 中もなんかハロープロジェクト、同じハロープロジェクトだけど、なんか両方の良さの違いを見せていきたいっていう風におっしゃってて、それがすごい嬉しかったし、私もそうやってなんかアンジュルムさんが思ってくださってるのも嬉しいし、一緒にこう頑張りたいっていう気持ちになりました。全然まだ当たれないメイさんのだら起こせカタカタ月にあらら全然トラブル欲しいのでしょ。スイートワンレコ登場、全部進からこことここ、皆さんほんとこういうの好きですよね。アップサイダーしちゃかみちゃかにし返すので、アクセパー急いでさまくる私の番、どうせいい子ちゃんじゃ足りない、おいで刺激は強い方がいい、忘れらんない、手放したくない、君の傷に中でどじょこみアマチュアボメカー、すごい構成のオーマイガー、ただあら悪魔がついたきたんです、アマチュアボメカー、叫ぼうぜかオーマイガー、つまらんだけは何や私に任せて、レッサンライサラ抜かせガタガタ月にあらら全然まだ当たれない、レッサンライサラ起こせゴタゴタ月にあららでけたぶり欲しいのはいはいはい、待ってこガイドどうもありがとうよ、君は愛想笑いばっかなくなった、インサイアウト心の底の言葉を今高速に投げかけちゃうスター、理不尽には理不尽を、覚悟はもっとそうなくらい、待っていたって黙っていたって主従になってくだけ、ガラス上げアマチュアボメカー、なので袖冬めちゃくちゃ乗ってみながらマジかアマチュアボメカー、煽ってやって冬君も君もさならおぼこいで最高ならゼロ系ガイガ頭抱えさトラブルメーカーでライアイエスオイエス最高ならゼロ系遠隔にゲーム私に任せて
で打ち取ってたんですからトラブルメーカーでも成功 Oh my god つまらんだけは間違い最高なら全 OK キャンキャン頭抱えさトラブルメーカーでキャリアンマリアン Yes OK 最高なら全 OK Yes 鋭角にデブコンサート主に任せてざまざま抜かせかかった月見合うなら全然まだ暴れたメイクさんのざら起こせこたこた月見合うなら電気ブルブル欲しいのでしょおやすみなちゅー。ここからはせーのハロー SNS チェック。ハロープロジェクトではブログをはじめインスタグラム、TikTok など SNS を通じていろいろな発信をしています。私たち MC の最近の投稿の中から気になるものをピックアップ、本人に詳細を解説していただこうと思います。はい、まずは吉田ひのはちゃんの SNS チェック。1月19日のブログです。はい、この日はグループボイストレーニングで、ミザリー愛の天秤を中心にレッスンをしたんですけど、この時初めてのこうミザリーのボイストレーニング、グループでのボイストレーニングだったんですけど、やっぱりなんかこう実際にこう今までこうパフォーマンスを数回やらせていただいた時に、なんか初めての初パフォーマンスする時ってすごい緊張するんですけど、なんか緊張するとともになんかちょっとしたこうピッチとか、あとこうパフォーマンスの小さなばらつきとかがなんか結構分かりやすいなっていうのをすごい感じていて、でもそういう時にこう先輩方のこの間こうビヨンズさんが初めてこう初披露させていただいていた楽曲を実際にこう見た時になんかすごいこうなんていうんですかね、歌声もこう揃っているし、なんか振りも揃っているしで、なんでこんなにこう初披露なのに揃ってるんだろうってこう疑問に思うくらいすごいなって思っていて、だからこう私たちロージークロニクルも実際にこうなんかこうやってみてちょっと違うなって思ったところはその日とか、あと次のこうパフォーマンスする前とかにはこうみんなでこう意見を送り合ったりしているんですけど、やっぱりこうなんか今こう私が思うにはこうロージークロニクルもこうなんかこう先輩方のグループみたいにこう初対面じゃなくて、初披露初披露の時にこうビシッと決めたいというか、なんか初披露でももう完璧、もうほぼ完璧と言えるようなパフォーマンスをこう皆さんの前でお届けしたいなっていうのが私の中でこうロージークロニクルの目標でもあります。サードシングル発売ということで、どんな楽曲ですか？はい、この楽曲は、愛されたいけどなんかこう嫉妬心があるみたいな、なんかそういう感じのちょっとなんか複雑な楽曲だなって私的にはこう思っていまして、なんかこの曲をこう歌う時にもなんかこうロージークロニクルって今までこう大人っぽい楽曲とかもやらせていただいたことはあるんですけど、なんか全体的にこうなんかみんなまだ子供っぽいというか、なんていうんだろうな、なんかこう大人になんか近づいてはいるんですけど、なんか実際にこう表現するってなるとやっぱり難しい楽曲だなっていうのは本当に私自身も思っていまして、これはこうなんかロージークロニクル自身でもなんか結構こう大人っぽい楽曲はなんかやっぱりまだ難しいっていう声をなんか聞いたりもするので、なんかもっともっとこれからパフォーマンスしていくにつれてなんかこの曲の良さをどんどん出していきたいなって思いますし、なんかこのちょっとかっこいいけどなんかちょっと奥が深いようなこの歌詞とかもなんかもっともっと読解していって、なんかもっともっとこの曲のなんか雰囲気とかを皆さんにお伝えできるようにパフォーマンスできていけたらいいなって思います。ハロステ。続いて川島美芙ちゃんの SNS チェック、1月18日のジュースの TikTok です。はい、この動画は、入江梨沙さんと林ニーナちゃんとモレミアモーレの合わせてわちゃわちゃしている動画なんですけど、まずこの3人のペアでTikTok を撮りますってなって、なんか普通に最初はみんなで踊る予定だったんですけど、何してもいいよ、自由な動画を撮ろうってなって、
なんかそしたらニーナちゃんが任してくださいみたいな頼もしい。そう頼もしくてなんか任してくださいみたいな感じで、そしたらぴょんぴょん飛び跳ねて、そうね、なんかみんなでぴょんぴょん飛び跳ねて音に合わせて自由に動いているっていう動画で、誰がきっかけでこの企画をっていうわけではないんですけど、なんだろう、とりあえず撮ろうってなって、撮ってみて、じゃあ載せようってなってでこれです。なんか本当になんか私もこう見てたんですけど、なんかこうみんなのなんかそれぞれのなんか良さっていうかこのはっちゃけ具合がなんかめっちゃ面白いなって思って、なんか初めにこうニーナちゃんがこうなんかうさぎ跳びみたいなのをピョンピョンするとみんな続いてこうピョンピョンしていくのがなんか可愛いなって思いましたし、最後に髪パサってやるのもなんかこう仲良しなのをこうすごい感じて、なんか見ていてなんかほっこりするというか、なんか本当に可愛らしいなって思いました。私も改めてこれ見て、なんだろう、なんか自由だなって思いました。なんか、ニーナちゃんも最初はやっぱりきっと入ってきた時は不安とかももちろんあったと思うんですけど、今こうやってみんなで活動して通していく中で、もうすごい自由になんか動画とか皆さんの前でもすごいこういう風になんか素をさらけ出せるような感じで、私もすごくとても嬉しいです。ミンビタミンミンフォーミンビタミンミンランミンビタミンミンビタミンミン可愛くいるにもかっこよくいるにもビタミンたくさんいるんだぞいるんだぞ。忙しい朝も恋する私も時間やいろいろ足りないよ。神様お願い楽していきなりスーパーモデルにしてください。そんなの無理でも唯一の方法地道がエブリデイ積み重ね。みんなの味方ビタミン C その1日あたりに必要な量はなんと 100mg。 それはバナナ 6.25 本分、意外と少ないけど食べるには多い。私にエナジービタミンミいつでも元気でいたいかな。プリティエナジーキラリウジハハ時間やいろいろ足りないよ。必要なものこそ足りないよ。そこら全というようなボーイズがこんなんな状況も当然朽ちるより泣きで来るより大切なのは栄養とエネルギー。ビタミン A ビタミン C ビタミン E ビタミン B。ギブミビタミンに呼びはバラバラ集まってミラクルシナジービタミンに永遠意味ないことなどないのだよ。誰しも一人ではないのだよ。ワン、ツー、スリー、ゴーいいビタミン見てくれてありがとう。ジュースジュースの川島美穂とロージークロニクルの吉田ひのはがお送りしているハロステ、お別れのお時間となりました。なんか2人で MC をやるってなって、私がまず MC のこのなんて言うんだろう、いつも先輩と一緒にペアだったので、同期と一緒にペアになるのもなんか新鮮だったし、こうカレンダーにひのはちゃんとペアですって書いてあって、わ嬉しいってそうめっちゃ思って、お互い今日赤をそう
ファッションにそう入れてきてそう、私が今日赤着てきたって言ったら私もワンポイントって言ってそう嬉しかったです。そう私も、なんかこうカレンダーをこう見た時になんかこうみふちゃんと会って、こう本当かまず疑ったのね。これ本当にと思って。嘘だと思った。そうなんかいいんですかみたいな。こうみふちゃんとできるんですかみたいなので、こう一回疑ったんだけど、やっぱりその後嘘書くわけないってなるじゃん。確かにね。そう我に戻ってから。あ、みふちゃんとできるんだ、嬉しい、楽しみってなって、もう今日が本当に楽しみで、まず何を話そうとかいろいろ考えてたんですけど、結局飛びました全部。でも楽しかった。楽しかった。はい、ということで最後にこれから1週間のハロープロジェクトの動きを一緒に見ていきましょう。2月11日にハロープロジェクトのコンサートが宮城県の仙台サンプラザホールで開催されます。じゃあ今後の予定を言っていきます。ジュースジュースコンサート2025クイーンオブハーツスペシャルフラッシュのブルーレイ&DVD が3月11日にリリースされます。ぜひ見てください。ロージークロニクルサードシングルミザリー愛の天秤なんとかなるでしょが3月18日に発売決定しました。イエーイ。はい、そしてハロープロジェクトひなフェス2026 3月20日と3月21日に幕張メッセ国際展示場1ホールにて開催されます。今回のひなフェスはジュースプレミアムとロージークロニクルプレミアム一緒ということで、私は知った時すごい嬉しかったですし、なんかでもちょっぴりロージークロニクルさんの楽曲をジュースでカバーもしてみたかったんですけど、それでも一緒にこう一つの公演を作り上げることがとても楽しみです。楽しみ。はい、私は、ロージークロニクルとしてのこうプレミアムがまず初めて、でしかもこうジュースさんと一緒にということでもう本当に楽しみでしかないですし、なんかこうメンバーみんなもこう初めてなんていうんですか、この詳細を見た時に、本当にって言って、もうみんな本当にすごい喜んでいたので、当日が多分緊張はしちゃうんだろうなって思うんですけど、全力で楽しめたらなって思います。そして3月20日から3月21日にカーボンニュートラルを考える2026 by 里山里海ムーブメントの開催が決定しています。イエーイ。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしています。毎週水曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はジュースジュースの川島美穂とロージークロニクルの吉田ひのはでした。さよなら。